皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？私の住んでいるところでは、昨日本当に夜寝られないぐらい強風で風がとても強かったです。私の感覚では年に数回、もう本当に寝られないぐらい強い風が吹いて、その音がうるさすぎて、寝られない夜があるんですけど、昨日はそんな夜だったんじゃないかなって思います。それぐらい強風でした。で、今日朝窓の外を見るとなんと雪が降っていました。一面真っ白くなるほど雪が積もったわけではないんですけど、本当に少しだけパラパラと雪が降っていました。私は普段全く雪が降らない地域に住んでいるので、1分間ほどその雪を眺めるために窓に張り付いて、雪が降っているのを眺めていました。そんな朝を過ごして今このポッドキャストを録音しているわけですが、今回はですね、日本の干支についてお話ししていこうと思います。お正月、年末年始になるとよく聞く言葉なんですが、干支という言葉を聞いたことはありますか？また皆さんは干支が何か知っていますか？これは毎年お正月とか年末年始によく口にしたり耳にする言葉かなと思います。で、今年のね、年末年始、干支という言葉を聞いたけどいまいちよくわからなかったな、なんだろうあれはって思う方もいるかと思います。なので今回は干支についてお話ししていこうと思います。まずですね、干支というのは中国から伝わってきた、もともと中国にあったものです。今だと西暦という年を表す方法がありますよね。今年は2026年で、去年は2025年だなとか、こういう年月日を表すものです。で、それが日本に伝わってきて、で、日本では年を表すものとして使われています。先ほども言った西暦のように、今年は2026年ですよね。で、そのような感じで今年はどんな年か、何の1年かというのを表すために使われるのが干支というものです。中国では今でもこれがあるのか、どうやって使われているのかはちょっと定かではないんですが、日本では1年を表すものとして干支というのがあります。で、日本の干支には12種類の動物がいます。その動物なんですけど、ね、牛、虎、う、たつ、み、馬、羊、猿、鳥、犬、いというような動物がいます。何それ、日本語の動物の単語を習ったと思ったけど、全然聞き取られへんかったっていう方もね、今いるかもしれないですけど、これは日本でも動物の言い方がこのように使われているのではなくて、干支を表すためだけの言葉です。なのでこれを現代の日本語、動物の名前に置き換えると、ネズミ、牛、虎、ウサギ、タツ、またはドラゴン、ヘビ、馬、羊、猿、鳥、犬、イノシシ。この12種類の動物が、その年、年を表すために使われます。で、この12種類の動物が毎年順番に、今年はネズミ年、今年は牛年みたいな感じで、1年ごとに順番に回っていきます。で、今年2026年は馬年です。で、去年は蛇年、で、来年は羊年のように、こう順番に回っていって12年で一周します。こういう干支と呼ばれる12種類の動物を使った1年を表す、システムが日本にはあります。でですね、中国から伝わってきたものなんですけど、なぜこの12種類の動物が使われているかなんですけど、これにはストーリーがあります。中国でもこのように伝わっているのか、または日本独自のシステムかどうかはわからないんですけど、
日本人なら聞いたことがあるであろうストーリーがあります。この干支に関するストーリーがあるんですけど、それがですね、昔中国の神様が年の暮れに1年の終わりに動物たちにお手紙を出したそうです。そのお手紙の中にはこう書かれていたそうです。元日1月1日の朝、私のところへ来なさい。12番目までに挨拶に来た動物は、1年ごとにその年の大将にさせようというお手紙を出したそうです。で、大将っていうのは、その年一番偉い人ですね。一番位が高い人。その座に就かせてあげようっていう手紙が来て、その知らせを聞いて動物たちは、1月1日に神様のもとへ挨拶に行くために、一生懸命ね、出かけたそうです。で、この先ほど言った12種類の動物たちが順番に神様のもとにたどり着いたので、この12種類が、1年というか12年間ですね、を表す動物として使われているというストーリーがあります。多分日本人なら1回ぐらい聞いたことがあるんじゃないかなと思います。で、世界中で使われているものは西暦と言って、今年は2026年というこの普通の数字を使って表すものがありますよね。で、これはもちろん日本でも使います。世界中どこでもね、使われていて、みんなが理解できる共通の、ものかなって思うんですけど、日本にはこれもあるし、あともう一つ、年号というものもあります。年号は皆さんも聞いたことがあるかもしれないですけど、今は令和という年号で、今年は令和8年です。で、この年号っていうのは毎年変わるわけではなくて、日本の天皇がいるんですけど、その天皇が変わるたびに変わります。なので今の天皇は、8年前からその天皇の座に即位されたってことなので、新しく変わって今は令和8年です。で、その前は平成という年号で、それは30年ぐらい続いていたと思います。なので、この年号というのはどのくらい続くかはその天皇次第になるんですけど、2026年のような西暦以外にもう一つ年号と呼ばれるものがあります。で、さらに干支というものがあって、今年は馬年ですねのように1年を表す言葉があるので、日本には3つのシステムがあります。めちゃめちゃややこしいですよね。なんで3つもいるねんみたいな。1つでいいやろ、まとめてくれって思う方もね、いるかもしれないんですけど、歴史があって、いろいろね、中国から伝わってきた、伝統的なもの、そして日本独自で使われる年号があって、世界共通で使われる西暦というものがあって、本当にいろんなものが入り混じっているのが日本社会なんですけども、えそうです。ややこしいのは、もう私もそうだなって思います。でですね、何の年か、今年1年は何年かを表す方法が何個あっても大丈夫。実際に使うものが一つに統一されていれば大丈夫って思うと思うんですけど、それがですね、日本では全部使うんですよね。だからものすごくややこしいと思います。でもですね、3つのシステムすべて同じぐらい使うのではなくて、一番使うのがやっぱり西暦かなと思います。2026年、2027年のような世界共通のもの、これが一番使うと思います。日常会話でも出てくるし、あとは何か書類、日付を書かないといけない時も使います。で、次が年号ですね。これは日本独自のものなので、ニュースとか少しフォーマルな場面とかではよく出てくるかなと思います。あとは書類を書くときですね。日付を書くときとか、自分の生年月日を書くときは、この年号というのも結構使います。でも日常会話で今年は令和8年だよね、みたいな風に使うことはあまりないかなと思います。なので、西暦は皆さんもわかると思うんですけど、年号っていうのは、今日本に住んでいる方、これから日本に住む方はいつかどこかで出てくると思うので、覚えておいた方がいいかなと思います。その毎日意識しながら生きなくてもいいんですけど、例えばなんか日本で書類を書かないといけない時
何かにサインする時などですね、そういう時はもしかしたら、令和何年という風に、令和8年という風に、書かないといけない場面があるかもしれないので、覚えておくといいかなと思います。で、最後にですね。は使うんですけど、日常会話で頻繁に出てくるわけではないです。で、正式な書類にサインする時の日付としても、今年は馬年なんですけど、馬年1月1日みたいな感じで、正式な書類にサインする際も使いません。なので、は、文化の一部として今でも残っていて、特にお正月によく出てきます。お正月文化のうちの一つかなと思います。なので、12月の終わりや1月の初めに、今年は馬年だねのようによく耳にするかなと思います。お正月、初詣に行った方、1月、日本に行って神社、お寺など行った方ですね。その方は、神社などで馬の絵をたくさん見たり、馬のお守りとか、なんか置物とかをたくさん見たかなと思います。あと、絵馬という願い事を書く木の板があるんですけど、それが馬のデザインだったり、その年の、干支のデザインがされている場所がよくあります。でですね、その干支には12種類の動物がいるんですが、いろんな神社でその一つの動物を神様としている場所だったり、大切にされている場所などもあります。で、私は1月2日に京都に行ったんですが、その時に、今年は馬年なので、馬を神様としている、馬を大切にしている、神社に行こうかなと思って探しました。で、探して京都にあったんですね。そこに車で行こうと思ったんですけども、めっちゃめちゃ渋滞していて、で、車じゃなくて、バスとか、またはその近くまで車で行って、で、神社に歩いて行くっていうこともできたんですけども、めっちゃ渋滞していて、今年はね、その神社に行くのは諦めました。なので、お正月に神社やお寺に行こうと思うと、有名な場所はすごく混んでいます。京都だと、八坂神社とか、何があるかな。いろいろあると思うんですけど、そういう場所はすごく混んでいると思います。いつも混んでいるし、で、お正月などはさらに日本人みんなが一斉に初詣に行くので、神社お寺に行くので、めちゃめちゃ混んでいると思います。でですね、その毎年干支があって、その年の動物に関連している神社などは、もうめちゃめちゃ混んでいます。で、私は、めっちゃ混んでいるとは思ったんですけど、そんな大渋滞は予想していなかったんですけど、すごくすごく混んでいて、さすがにそんなに待って、その神社に行きたいわけでもなかったので、もういっかと思って諦めました。そんな感じでやっぱり干支っていうのは、お正月によく聞く言葉だったり、お正月に関連していることが多いかなと思います。あとですね、年賀状って言って、はがきを出す文化があるんですけど、そのはがきにも、毎年ね、明けましておめでとうございますとか、ハッピーニューイヤー、今年も、1年よろしくお願いいたしますみたいな感じでちょっとメッセージを添えて、毎年お世話になった人とか、これからも仲良くしていきたい人に年賀状というはがきを出す文化があるんですけど、そのはがきの中にもの絵を描きます。なので今年だったら馬ですね。年賀状に馬の絵を描く場合がほとんどかなと思います。よくあるのは、その人の写真とか家族の写真を載せて、その年の干支の動物の絵を描いたりします。なので本当にお正月によく見る、お正月に関連している文化っていうのが干支かなと思います。年賀状っていうのも、最近はやっている人とやっていない人が多くて、私もね、年賀状はこういう文化あるよと言っときながら、もう送ったりもらったりもしないんですけど、まだまだ年賀状を送ってる人、もらう人はたくさんいると思うので、一応ね、紹介してみました。
でですね、そのなんか、たまに神社とかお寺に行った時に見るぐらいだったら、そんなに覚えてなくてもいいかな。この干支っていうことをね、しっかり理解していなくても困ることはないかなって思うんですけど、たまにですね、ごくたまに会話で出てくる時もあります。で、会話で使うシーンはね、すごく限られてはいるんですけど、例えばですね、年が離れた方に出会った時、会社とかですごく年が離れた先輩がいた、または年が離れた後輩がいる時ですね。で、その出会った方が皆さんよりも12歳年下だった場合、この場合はですね、同じ干支になるんですよね。今年生まれる人の干支は馬年なので馬になるんですけど、今から12年後に生まれる方の干支も馬です。なので、干支が同じっていうと、同い年か、または12歳離れているか、24歳離れているか、それよりもっと離れている場合もあるんですけど、そういうことが考えられます。でですね、例えば、なんか出会って年齢を聞いた時に、で、その後輩の方が、「ああ、私は24歳です」ってなって、もう一人の方が、36歳だったとしますよね。じゃあ、年齢一回りも違うやん、みたいな感じで話したりします。で、この一回りっていうのは、干支を意味していて、干支は動物が12匹いるので、12歳年が離れているっていう意味になります。なので年齢が一回り違うっていうと、年齢が12歳離れているという意味になります。例えば会社でね、最近入ってきた後輩が12歳年が離れているってなったら、そうなんですね。年齢一回りも違いますね、みたいな感じで、こうカジュアルな会話が、そういう会話がある時もあります。で、あとは稀ですけど、例えばそのお正月は干支の話とかをする時もあるかもしれないので、私は馬年です、私は蛇年ですみたいな感じで、ある種自己紹介、いつ生まれたかみたいな感じで使う時もあります。で、そこで、「あ、同じですね」みたいな、「あ、同い年なんですね」っていうことで、同じを通して、こう、お互いの年齢を知るっていうこともあるかもしれないです。または、その干支が同じだけど年齢が違うので、12歳離れているんですね、24歳離れているんですね、みたいな感じで、こう何か一つの話題として使う時もあります。これからわかるように、日常会話で出てくるとしたら、年末年始、または、今年は馬年か来年は羊年かのように確認するときに使ったり、あとはなんか年齢を言い合ってる時に使ったり、一回り年齢が違うというと12歳離れているこの干支から来ているということになります。日本で普通に生活していて頻繁に聞く言葉ではないですが、いつかは出会うであろう言葉なので、また1年の初めにね、出会うであろう言葉なので覚えておいて損はないかなと思います。で、あとですね、最後に干支で占いっていうのもあったりします。こう世界共通かはわからないですけど、多分多くの方が知っているであろう占いだと星座占いがありますよね。これも12個に分けられていて、そのいつ生まれたかでね、自分の星座が決まって、それが今日の星座占いとか今年の星座占いなどに使われたり、または「いて座ってこんな人だよね」とか「蟹座はこんな性格だよね」みたいな感じで、性格占いに使われる時もあるかなと思います。そんな感じの占いも干支にはあります。どちらかというと、占いというよりかは、もう決められた性格みたいな感じなんですけど、例えばですね、今年は馬年なんですが、馬年だと自由が好きで行動力がある人というような、なんかイメージというか、昔からの言い伝えみたいなのがあります。去年は蛇年なんですが、蛇年の方はプライドが高いとか、そういうのがあったりするみたいです。で、これもね、もちろんその何かで証明された科学的なものでは全くないですけど、なんか一つの話題として出てくることもあるかもしれないです。
そしてこれはどちらかというと年齢が高い方ですね。私のおじいちゃんとかおばあちゃんからよく聞いてたなって思います。私がね、いつ生まれたか、自分の干支が何かを言うと、ああ、じゃああんたこういう性格なんか、はっはーみたいな感じで、こう、一つの話題としてね、何か盛り上がったりすることもあるかもしれないです。で、この干支の占いは、そんなに有名だったり、日本人みんながね、よく使うものとか意識しているものというわけではないですが、なんかたまに聞く、たまに一つの話題として話に出てくることもあるかもしれないです。今回は日本の干支についてお話ししてみました。皆さん、これで干支というのが何か少しは理解できていたらなと思います。まあ、先ほども言った通り、頻繁に出てくるものとか、何か書類を書くときに、日付を書くときに使うものではないですけど、中国から伝わってきた伝統的なもので、今でも日本にも残っていて、毎年お正月に出てくるのがこの干支というもので、2026年は馬年です。覚えておくとね、いつかは使えるかもしれないし、どこかで聞くかもしれないので、ぜひね、覚えておいてもらえるといいかなと思います。皆さんの国には西暦という2026年という、表し方以外に皆さんの国の独自のものはありますか？日本の年号だったり、干支のような、その年1年をね、表す言い方などがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。気になります。では、最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこれからもこのポッドキャストを聞き続けたい、応援したいと思う方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。メンバーシップではワークシートやメンバーシップ限定のコンテンツもあったりするので、気になる方、サポートしていただける方はぜひ参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんのサポートのおかげでこうやって続けていくことができるので、本当にありがとうございます。では今回はここまでになります。皆さん最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。今本当に外が強風すぎて、もうね、なんかいろんなものが飛んでいくんじゃないか、家が壊れるんじゃないかと思ってしまうぐらい強風なんですけど、皆さんもね、そういう悪天候の日があれば気をつけて過ごしてもらえればなと思います。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。